世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。コメント、守りの設備とかあると戦闘の幅が広がりそう。これですね、実はそういった設備がもうすでに存在してまして、現状3つの設備が守りのタイミングで使えるようになってます。具体的にはこちらの地煙、それから旋風、そして影楼の3つですね。3つとも攻守の局面を切り返すのにとても有効な技なんですが、普通に攻撃する場面でも使える性能になってますね。中でもですね、最も守備的な性能が高いのがこちらの地煙になってるんですけど、発生前に若干の無敵フレームがあって地面を叩きつけながら衝撃波を発生させる技ですね。特筆すべきはやはりこの砂煙でしょうね。しばらくその場に滞留して相手の姿が見えにくくなります。千葉の製品版の方ではね、対人戦も実装予定なので PVP においてはめちゃくちゃ有効な技になりそうですよね。砂煙で相手の視線を遮ってからの絡め手で崩していく、こんな感じの渋い戦法がね、個人的にはめちゃくちゃツボなんで、実はこの砂煙の要素っていうのはかなり開発の初期段階からね、存在していました。演出的な意味でもね、煙の黙々感はめっちゃ好きなんで、普通にステップ回避とか入力した時も地味にね、足元で煙を立ててたりします。そんな砂煙に関してなんですが、実はね、これ今まで敵 AI に対しては全くもって効果がない状態でした。こと対人戦においてはね、相手の画面でもこの砂煙は表示されるわけですから、もちろん相手の視線を遮る効果もね、そのまま発揮されるはずなんですが、 CPU 戦においてはそもそも視覚でね、情報を取得しているわけではないので、この煙は全く意味がないということになってきます。というわけで今回はね、 AI に対してもこの砂煙の目隠し効果が通用するように実装していきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。まず最初にこの砂煙の目隠し効果を付与してあげる技っていうのを選定していきたいなと思うんですけど、一つ目はさっきから言っているこの地煙という設備、もう一つですね、こちらの飛煙っていう設備にも目隠し効果を付与してあげようかなと思います。飛煙は砂煙を立てながら後方に大きく跳躍する設備ですね。相手と煙をその場に残したまま自分だけね、距離を取っていろんな行動につなげることができるっていうタイプの、これまたちょっと守備的な設備ですね。あとは通常攻撃なんかもね、一部の武器ではちょっと砂煙が立ちそうな感じのね、モーションのやつもあるんですけど、今回の砂煙による目隠し効果は MP を消費する設備に限定したいと思います。ちょっとさすがにね、ノーコストで目隠し効果を付与できちゃうのはぶっ壊れになりそうな気もするので、今回は飛煙と地煙の2つに目隠し効果を付与していきます。では具体的に目隠し効果を付与する方法なんですが、砂煙の発生と同時にですね、領域展開します。ゲームプレイ中にはね、実際には表示されることはないんですが、こんな感じの球状のね、領域、当たり判定みたいなものを発生させることができて、でこれに触れたキャラクターに対して目隠し効果を付与するというようなプログラムになってますね。この判定に触れ続けている間は目隠しのデバフ効果を受け続けます。で、こちらの領域そのものにね、寿命が設定されてますので、砂煙が消えるぐらいの頃合いで寿命に到達してデバフ領域もきれいさっぱり消えてしまいます。さあ、これでですね、デバフを付与する技とその方法が決定したので、あとはデバフ効果そのものをどういった効果にするかというものが決まれば無事実装完了というわけなんですけど、ここがね、一番難しいというか重要なポイントになってきます。目隠し効果と聞いてパッと思いつくのが、例えばロックオンができなくなる効果っていうのがありますよね。ダークソウルの無印でも霧の指輪というアイテムの効果がね、初期バージョンではこういった効果でした。ただソウルシリーズに代表されるような三人称視点でロックオンしながら戦うタイプのアクション RPG にとって、ロックオンができるかどうかっていうのはあまりにも戦闘に与える影響がでかすぎて、ちょっと扱いづらい効果内容なんですよね。実際に霧の指輪はバージョンアップによってロックオンできなくなるという効果が削除されました。それ以降は誰も使わなくなっちゃったんですけどね。というわけで、千葉でもね、ロックオンできなくするというのはさすがにやりすぎな気がするので、方向性としてはロックオンは可能だけれども相手がどういう行動をしているのかわからないという方向でいきたいと思います。つまりキャラクターの目線に立って考えると、相手がだいたいこっちの方向にいるっていうのは気配でなんとなくわかるんだけれども、距離感とかどういう行動をしているのかまではわからない。ちぎりで MP を回復させているのか、それとも次の攻撃の準備をしているのか、はたまた背中を向けてトンズラをこいているのか。で、この状態っていうのをうまくね、ゲーム内のデバフ効果で表すとすれば、弾きと攻避の確率を著しく下げるという効果になるんじゃないかなと考えました。
つまりジャスト回避やジャストパリーができなくなるっていうことになりますね。実際にプログラマーの三凪さんに組み込んでもらった内容で言うと、AI にはね、もともと弾きや公避の確率を決める数値というものが存在してるんですが、そちらの数値をね、このデバフ効果で上書きできるようにしました。なので、その数値を上書きする際に0という数値を与えてやれば、砂煙の目隠しデバフ中の敵 AI は完全に弾きや公避を行うことができなくなります。ここでさらにもう一歩踏み込んでですね、ガードすらできなくするようにするのもいいんじゃないかっていう意見も出てくると思います。もちろんそれもね、ありだとは思うんですが、個人的にはね、ガードはしてくれた方が嬉しいんですよね。なんというかこう、砂煙で敵の行動がわからない時って、反射的にガードを固めると思うんですよね。ヨークシンシティで停電の暗闇に乗じてね、ゴンとキルアに奇襲された時のマッチみたいな感じで、反射的にガードを固めると思うんですよ。さすがにね、攻撃してきた相手を捕まえるところまではちょっとやりすぎかもしれないんですけど、まあガードはさせてあげてもいいだろうということで、そこから先はね、プレイヤーの戦略でうまいことね、この砂煙の闇に乗じて相手をしっかり翻弄してあげてください。ガードを崩すための設備とかもね、用意してますんで、その辺は皆さんにお任せします。というわけで今回はね、砂煙を用いたちょっと渋めの戦い方についてね、解説させてもらいました。なんかこういう泥臭い戦い方って結構個人的に好きなんで、他にもね、なんかこんな案あるよっていう方いたら、ぜひコメント欄で提案の方お願いします。さすがにね、もうリリース直前なんで、体験版の方にね、そのアイディアを入れるっていうことはできないと思うんですが、まあ製品版の方にもね、どんどん戦い方のバリエーションを増やしていくつもりなんで、そっちの方にね、入れることになるかもしれません。で、まあその体験版の方なんですけどね、もういよいよリリースまで約あと1ヶ月っていうところまで迫ってきたんでね、皆さんあともう少しだけお待ちいただければなと思います。Steam のページ公開してありますので、ウィッシュリストにね、登録してない方はぜひ登録の方お願いします。体験版リリースした時に通知が行くようになってると思います。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。